教師にとって最も大事な力の一つである児童生徒理解力についてお話をします。日本の先生方は問題を抱えた子どもさんのことを一生懸命理解しようとしてくれます。しかし案外、成績の優秀な子どもの苦しみを見忘れてしまうことがあります。優秀だから苦しんでいない。いいえ、優秀だからこそ苦しむんです。優れた教師はこの苦しみを理解します。しかし、それでもなお見落としは生まれてしまう。それが世間が簡単に普通の子などと呼んでいる多くの子どもたちのことです。彼らは一生懸命先生の言いつけを守って頑張っています。だから先生は安心してしまって、その心の声を聞き落としてしまう。先生、今日も一日僕は頑張ったよ。でも先生は今日も僕には声をかけてくれなかったね。こういう見落としの根本はどこにあるんでしょうか。苦しんでいること、苦しんでいない子がいると思い込んでいるところです。我々は実はみんなどこかに苦しさを抱えているんじゃないでしょうか。学生が私に聞いてくれました。鎌田先生、本物の教師は子どものどこを理解しようとしているんですか。皆さんはどう考えますか。私はこう答えました。教師は子どもたちを司っている存在です。だから子どもの心の中にある司を本当によく理解してほしい。心の中の司とは辛さのことです。悲しさのことです。寂しさのことです。教師を目指す人はまずもって自分の中にある司と向き合ってほしい。つまり児童生徒理解とは自己理解からです。自分のことを理解できていない人が他者である子どもたちのことを理解できるはずがない。本物の教師を目指すために、本物の教師を育てるために、皆さんこれからも共に頑張りましょう。